というわけで映画考察していくで、今回取り扱う作品はこちら。チャーリーとチョコレート工場や、なんとなく見た懐かしい映画やけど、この作中におやと思ったシーンがあったので、そこから考察を広げていくで。なお、今回の動画は、基本的に、チャーリーとチョコレート工場を主張してる前提で話を進めていくで。それと、考察の内容は、ほぼ妄想でかつ、ファンタジーな作品であるにもかかわらず、メタい視点で考察してるので、苦手な人はご注意や。ってことで、問題のシーンがこちらや、これは、工場見学に来たメンバーが脱落し、工場から去っていくシーンで、ここでの脱落者たちを見ていてあることに気づいたわけや。それは、脱落者ごとに、被ったペナルティの大きさが違うという点や、まずは、脱落者たちの状況をおさらいや、第1の脱落者チョコレート大好きやけど、性格悪い少年オーガスタス。彼は、工場内の何もかもがお菓子でできた広い部屋で、ウォンカに自由に見学していいと言われた際に、チョコが流れる川に手を突っ込み、流れてるチョコをすくって飲んでいると、川に転落し脱落。チョコを吸い上げ、運搬するマシンで救助され、その後チョコまみれになりながら退場。次に、第2の脱落者、競争心の強い、高慢な少女バイオレット。彼女は、工場の発明室で、フルコースのディナーを味わえるガムを口にし、ウォンカの忠告を無視して噛み続けた結果、ガムの味がブルーベリーパイに変化した時点で、ガムの未完成ゆえの副作用が出て、体が紫になり、膨れ上がって巨大なブルーベリーのようになってしまい脱落。その後、体はジュース室で絞られ、元の大きさに戻ったが、体の色は紫に染まったまま退場。また、絞られた影響で、体の関節や筋肉がめっちゃ柔らかくなってしまったで。次に、第3の脱落者、超わがままな少女ベルーカ。彼女は、クルミを選別するリスを捕まえようとした際に、リスに反撃され、ゴミ溜めに放り込まれて脱落。焼却炉が故障していたため、ゴミ溜めは、3週間分の生ゴミがあって、それがクッションとなり、大きな怪我にはならなかったが、体中が生ゴミだらけになりながら退場。また、彼女の父親も、ゴミ溜めに放り込まれており、というかリスに突き落とされて、同じ状態で退場していた。ちなみに、同伴した家族の中で、直接被害を被ったのは、ベルーカの父親のみとなってるで。そして、第4の脱落者、生意気な少年マイク。彼は、テレビ室でチョコをテレポートさせるマシンに、自ら飛び込みテレポートした結果、体が手のひらに乗る、くらい小さく縮小してしまい脱落。その後、体をキャンディー伸ばし器で引き伸ばされ、身長はギリギリ人間サイズだが、父親よりも大きく、ペラペラになりながら退場していた。さて、このように被ったペナルティの被害の大きさに違いがあるのではというところから考えてみたらある仮説が浮かんできたんや。それは、脱落者たちに対するウォンカの好感度ごとにペナルティに差がついていて、それが脱落者が工場から去るシーンで表現されたのではないかという仮説や、ちなみに、このチャンネルの中の人は、この仮説が頭をよぎった時、もしかして、この映画、見た目よりもエグいかも、と、いろいろ想像して、1D6 の3チェックが入った。さて、ここまで聞いて、でも、4つの罰は、どれも嫌やん、一緒やん、と思ったそこのあなた、想像してみてください。チョコまみれになるのと、ペラペラな体になることの差を。チョコまみれになった場合、家か、宿泊してるなら、ホテルに戻って、シャワーでチョコを流して、新しい服を着れば、元通りの生活が送れる。元通りの生活に戻るまで、短く見積もれば、2から3時間くらいやればいけそうな感じや。しかし、マイクのように、体がペラペラになる場合、まず、キャンディーのバシ器にかけられる工程で、苦痛や恐怖を伴う可能性があって、マイクの体を見るに、ローラーのようなもので引き伸ばされただろうと推察できる。絵面だけを見たとき、人間をローラーで引き伸ばすなんて、拷問と一緒やし、帰った後も変形された体は、いつ頃元に戻るのかわからないという不安感がつきまとう可能性がある。こんな感じで、私からすれば、4人の子供たちには、ペナルティの格差があるように思える。さあ、この後は、子供たちのどんな部分が、ウォンカの好感度に影響されたのかと、どういったペナルティの差があるのかを詳しく分析していくで。考察内には、ビグロな内容も含まれるから、苦手な人は要注意や。ってことでまず、オーガスタスは、食い意地ばかりでしかも、意地悪な性格の持ち主で、金のチケットを当てた際のインタビュー中でも、周りに構わず、チョコをバクバク食べて、口の周りが汚れていた。この時点で、ウォンカが放送を見ていた場合、不愉快と感じてもおかしくはないだろう。ここで不愉快ポイントが加算されたと思われる。そして、少し進んで脱落する直前には、
人の手が触れてはならないチョコの皮に手を伸ばしたことを、最後に、ウンパルンパたちの煽りミュージカルに見送られ脱落。こんな感じで、ウォンカの気持ちになって考えてみたとき、ちょいちょい嫌なポイントがあるが、めちゃくちゃチョコが好きというウォンカとの共通点があったので、脱落ペナルティとしては、軽い部類になった。というのが当チャンネルの見解や、次に、バイオレットに関する分析や、バイオレットは、インタビュー内でも一貫して、高慢な態度で、コメントも、自分の功績の自慢、それと5人のうち1人が得られる特別な景品のことだけ言及していて、校長やチョコに興味があるように思えない。また、ウォンカも、劇中で、ガムばかり噛んでいて不愉快というセリフもあったので、そこそこな不愉快度であったと思われる。そして、ウォンカや周りの人たちの静止を振り切って、ガムを噛み続け脱落。脱落ペナルティの方は、膨らんだ体がジュース質で絞られる。関節や筋肉が柔らかくなってしまう。全身紫になる。という3点で、この内容を考えてみると、まずジュース質で絞られるという点については、体がぐにゃぐにゃになるまで、何らかの機械にかけられることが考えられ、想像するとかなり痛そうや、せめて全身麻酔にかけられて、起きたら処置が終わってたというような状態なら、まだマシやねんけど。ま、それはいいとして、体が柔らかくなるというものだが、体を支える骨や筋肉があんなに柔らかくなって大丈夫なのだろうかという不安があるが、まあ、本人はいろんな面で競争が好きやから、スポーツ関連で有利に働くこともありそうやが、本人もこんなに体が柔らかくなっちゃった、と楽しそうにしてたし。んで、この柔らかくなる現象はいつまで続きそうか考えてみたところ、数日から最悪一生という風に考えてるで、この現象が筋肉痛とか骨折みたいに、時間経過で治るようなものであれば、数日から数ヶ月くらいで元に戻りそうやけども、整形手術などのように一生残るような変化であった場合、ずっとそのままという可能性もあると思ってる。んで、体が紫になる現象も、数日から最悪一生というケースが考えられるが、これに関しては、時間経過で元に戻るのではと思っていて、変色は食べ物の効能やから、取り込んだ成分や変色した細胞が代謝されれば、数日から数週間で元に戻るのではと考えてる。と、こんな感じで、バイオレットは、思った以上に重めのペナルティなのかなと思ってる。さて、次にベルーカや、彼女のインタビューシーンでは、終始、父親がチケットを当てた時の話をしており、金と人員に物を言わせてチケットを当てていたことがわかる。ベルーカ本人も、チョコや工場に興味があるようなセリフはなく、自分の欲求を満たそうと父親を利用していたことがわかる。そして、父親も親バカさ加減を発揮していて、ウォンカでなくても、そのインタビューシーンを見ている人に不快感を与えたことと思う。そして、ナッツの選別室のシーンでは、ベルーカの父親が部屋に入る前に、ここは私の専門分野だと言いつつ、ちゃっかり名刺を出してウォンカにすり寄っていた。そして、ウォンカは名刺を手渡された瞬間、よほど、ベルーカの父親に興味がないのか、もらった名刺を即座に捨てていた。この時、ベルーカの父親に対するウォンカの不愉快ポイントが多少なりとも加算されたことだろう。で、ナッツの選別室に入り、ベルーカがナッツを選別するリスを見て訓練されたリスが欲しいと、ダダをこね始める。バカな親子が、周りをそっちのけで話を進めたため、ウォンカの不愉快ポイントも、ここでさらに加算されたと思う。そして、父親は、リスをウォンカから買おうとして、売り物じゃないと断られ、ベルーカは、自ら、リスを捕まえに行く。この時点で、売り物じゃないと言われたそばから、リスを取りに行くのが、正直的に考えておかしい。その後、ベルーカは、リスを捕まえようとしたところで、リスたちに拘束され、ゴミ溜めに落とされる。ついでに父親も、煽りミュージカルのラストで、リスにゴミ溜めに落とされる。この親子は、二人ともが、ウォンカに、不愉快な行動をとっていたため両者に、脱落のペナルティが与えられたんやと思う。んで、ゴミ溜めは、3週間分のゴミが放棄されており、そこに落ちるとなると、相当な不快感を感じることになると思う。困難トラウマになるレベルやで。んで、汚れに関しては、オーガスタスと同じく、風呂に入って着替えれば、元の生活に戻れるがそれまでに、超臭い思いをすることになるので、ペナルティの重さは、オーガスタスよりは重そうや。匂いに加えて、校長の前には、民衆がたくさんいて、この中にメディアが紛れていれば、脱落者たちの集体が世間にさらされることになる。ベルーカ父に関しては、会社のイメージとか、取引に多少なりとも悪い影響が出るかもしれんという追加ペナルティも予想されるで。さて、最後に、マイクの分析やってくれ。マイクは、チケットを当てたインタビューで、
偉そうな態度で答えており、記者に、チョコの味はどうでしたかと聞かれた時は、知らないね、チョコは嫌いなんだというコメントを残しており、工場に見学に行くものとは思えないものとなっているで、見学の最中も、たびたび、ウォンカに横槍を入れており、ウォンカをイラつかせていた。また、ガラスのエレベーターで移動するシーンで、チョコレートなど時間の無駄だと言って、ウォンカのトラウマを想起させていた。さらに、テレポーターに飛び込むシーンで、ウォンカに、ボタンを押しちゃダメだよ、と言われても、無視してテレポーターを起動していた。ここで、テレポーターについて少し考えてみると、少し前のシーンで、マイク自身が、莫大な電力を必要とすると言っていたが、その何ワットあるいは何億ワット必要とするかわからない装置を勝手に起動したことによって、工場に莫大なエネルギーの損失があったことも予想される。そして、テレポートした結果、体が小さくなり、キャンディー伸ばし器で伸ばされ、ペラペラな体に変形することになる。で、これが、どれくらいのペナルティなのかを考えてみたところ、おそらく、一生元に戻らないのではというのが、同チャンネルの見解や、その根拠を説明すると、まず、元に戻るなら、ウォンカが体を引き伸ばせばいいという必要がなく、時間が経てば戻りますよ、とでも言って退場してもらえば、いいだけでわざわざ伸ばす必要がない。さらに、テレポートの際ウォンカが言ってた、時々半分しか送られてこないんですよ、というセリフやはじめに、チョコがテレポートしたシーンから考えてみると、テレポートした物体の質量は減るということが推測できる。減っているので、無産して消えた物質はおそらく戻ってこない。もしも、体が圧縮されるような処理なら、質量は元のまま体が小さくなるが、それだと、マイクの父親が片手で軽々持ち上げていたことに違和感が残る。そんなわけで、マイクの体の質量は元に戻らないと考えたわけや。そして、質量が減ってるなら、いくら体を引き伸ばそうが元に戻ることはなく、日常生活に支障が出ることは明白で、マイクの父親が片手で持ち上げていたことから、体重が1キロ歩かないか程度やと思うので、強風が吹いただけでもバランスを崩しそうや。で、こう考えた時に、子供も見る映画でそこまでやるか？元に戻らない設定だと、映画的にあまりに残酷じゃないか、とも思ったが、この、戻るのではというのは、映画が子供向けだからとか、映画の外側の情報だけを考えた、メタイ、視点のみが根拠になっていて、バイオレットのように、食べ物の効能だから元に戻るといった感じで、科学的な視点で考えてみて戻る、と推測できる要素や描写が見つからなかった。そうなると、さっき言った元に戻らない根拠が、自分の中で優勢となった。というわけで、マイクは、4人の中で、一番深刻なペナルティとなっているで、表にまとめるとこんな感じ。工場から去る人の中で、ウォンカに、不愉快な思いをさせた人は、表の通り、何かと被害を被ったことになり、特に何もしていない親御さんたちは、ノーダメージで工場を去ることになるで、こんな感じで、脱落者たちに対するウォンカの好感度ごとに、ペナルティに差がついていて、それが、脱落者が工場から去るシーンで、ウォンカが、誰を、どのくらい不愉快に思ってるのかを表現した、という考察をしたわけだが、いかがだったでしょうか。やっぱり、どこかしらに怪しい点や含みがあるような映画はいろいろと妄想が広がるので、考察していて楽しいわ。視聴者の皆さんも、これを機に、チャーリーとチョコレート工場を見返してみてはいかがでしょうか。たまに、昔の映画を見返すと、いろいろ発見があったりしておもろいで。そして、今回の考察のこと以外でも気づいたこととかあれば、コメントで教えてな。というわけでご視聴、ありがとうございました。